皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている人へ向けたチャンネルです。日本語の勉強を続けている中で、いや、それ以外の場面でも、やる気がなくなることってありますよね。なんでこれやってるんだっけ？今日はやらなくていいか。そんな気持ちになることがあると思います。その気持ち、めっちゃわかります。特に言語学習は長い時間続けなければ効果が出ないものなので、やる気がなくなる時もありますよね。日本語を勉強している人の多くが、このモチベーションの壁にぶつかって途中で諦めてしまいます。私は本当に自分に甘いんですよ。自分に甘い人選手権があったら、ぶっちぎりで優勝だと思います。今日はそんな私がやる気を出すためにしていることを4つご紹介します。皆さんの日本語学習のヒントになると思うので、参考にしていただけたらと思います。まず1つ目。これは一番伝えたいことなので、最初にお話しします。一つ目のコツは、まず行動することです。皆さんは、やる気が出たらやろうと思っていませんか？やる気が出たら漢字の練習をしよう。やる気が出たら単語帳を開こう。確かに、やる気が出るまで違うことをするというのも一つの方法ではあります。でも、それだといつやる気が出るかもわからないし、時間がかかってしまいますよね。皆さんはドーパミンって聞いたことありますか？ドーパミンは簡単に言うと私たちのやる気をアップさせてくれる脳内物質です。幸せホルモンと呼ばれたりもしています。脳内物質って難しい言葉ですが、頭の中で作られるものという意味です。楽しいことをしている時や、目標を達成した時などに脳内で作り出されます。このドーパミンとうまく付き合うことがやる気を出す上でとても大事です。なぜ人がギャンブルにハマるかというと、ギャンブルをするとこのドーパミンが大量に出るからです。勝つとドーパミンが出て、もっともっとという感じでやめられなくなってしまうんですね。ゲームもそうですよね。一度クリアすると、もう少しでクリアできそう。次もクリアしてコインをもらいたい。みたいな感じで何時間もやってしまったりします。何が言いたいかというと、行動を起こす、報酬を得る、やる気が出てもっとやりたくなるというこのサイクルを回す必要があるということです。この報酬は自分で用意する報酬と外から与えられる報酬がありますが、外から与えられる報酬、例えば褒められるとかは自分の力ではコントロールできないですよね。だから自分からやる気を出すためには報酬を用意する必要があります。小さなもので大丈夫です。例えば単語を10個覚えたら1つチョコレートを食べられるとか、1日10分
日本語のポッドキャストを聞く。それができたらカレンダーに丸をつける。とか。報酬を用意しなくても単語が覚えられたことを自分で褒めるだけでもいいかもしれません。気持ちを変えようとするのではなく、まず小さなことから行動してみるとやる気は出てくるかもしれません。はい。二つ目は、めっちゃかっこよくないって思うです。これは私が本当によくやる方法なんですが、それをしている自分を最高にイケてると思い込むことです。イケてるっていうのは、かっこいい、おしゃれ、素敵ってことです。私は会社に行きたくないことが週に4回ぐらいあるんですが、今日は特に行きたくないぞっていう日があります。そんな日は映画プラダを着た悪魔のオープニング曲 Suddenly I See を聴きながら自分をアン・ハサウェイだと思って会社に向かっています。あの曲を聴くと本当にやる気出るんですよね。仕事頑張ってる私素敵みたいなマインドになります。英語を勉強してた時もそうで、英語って私にとってすごくかっこいいものだったので、英語話してる私、かっこいいと思いながらシャドーイングをしていました。多分実際に聞いたらボロボロの下手くそな英語だったんですけど、それは関係ないです。これをしている自分はイケてると思い込むことが大事です。日本語学習でも勉強している私、シャドーイングしている私、素敵っていう気持ちでやってみてください。では、やる気を出すコツ3つ目は、ハードルを下げるです。皆さんが日本語学習を始めてどれぐらい経っているかわかりませんが、始めたばかりの人は1ヶ月頑張れば、まあまあ話せるようになるんじゃないと思っているかもしれません。でも現実ではそんなことないですよね。日本語を話せるようになるためには、もっとたくさんの時間が必要です。だから1年で N1 に合格して日本語ペラペラになるといった大きすぎる目標を立ててしまうと、その目標と現実の自分とのギャップが大きすぎて、やる気がなくなってしまうんですよね。私には才能がないのかもしれないみたいに思ってしまったりね。これは私は昔よくやってしまっていました。なぜか何かを始めるときって私はできる。私にはまだ見つかっていない才能があるかもしれないみたいな謎の自信があって高すぎる目標を立ててしまうんです。それでちょっとできないと、ああもう私に才能はないんだ。ずっとやっても意味ないかもみたいな感じでやる気がなくなってしまうってパターンが私の中でよくあります。理想を語ることは確かにやる気につながることもありますが、叶わないと分かったら、やる気はすごい勢いで下がってしまうんですよね。期待しすぎないことが大切です。期待しすぎないというと少し聞こえが悪いですが、最初はできなくて当たり前です。できている人が周りに
いたとしても、それは関係ありません。あなたとその人では、もともと持っているものも、日本語学習に使える時間も、お金も全部違うからです。日本語を嫌いにならないために、自分に合った目標設定をするようにしましょう。これは一つ目のコツにもつながることですが、まずは小さなことからです。小さな目標を立てて少しずつ達成する。昨日より成長したなと自分を褒める。これが続けるコツです。では4つ目です。新しいことを試してみましょう。これは長続きさせるコツでもありますが、気分を変えるということです。恋人とデートするときに、毎回同じ場所に行っていたら飽きてしまいますよね。カフェに行ったり、遊園地に行ったり、水族館に行ったり、いろいろなところに行くことで、相手の新しい面が見えてくることもあります。日本語学習も同じで、ずっと同じ勉強方法だと飽きてしまいますし、同じスキルしか育ちません。このやり方に飽きてきたな、なんかやる気出ないなと思ったら、新しいアプローチを試してみましょう。例えば、今まで本で勉強をしていたなら、スマホアプリを試してみるとか。日本語でドラマを見る代わりに、日本の歌を聴いてみるとか。そうすると気分が変わってやる気が出てくることもあると思います。そうやって新しく始めたこともしばらくすると飽きてしまうかもしれません。そしたらまた元の勉強方法に戻ってみてもいいし、別の新しい方法を試してみるのもいいと思います。ぜひ試してみてください。はい。ということで、今日はモチベーションを保つ方法についてお話ししました。本当にモチベーションを保ち続けることって難しいですよね。やる気がなくなることもあります。この動画が少しでも皆さんの参考になっていたら嬉しいです。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップを始めました。もし応援、サポートしてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。